ホワイトホールが見つかったら宇宙の常識は終わる。誰にも観測されたことがないけれど、数学はその存在を否定できなかった。それは全てを飲み込むブラックホールの正反対物質を放出し続け、時間すら逆に流れるとされる天体、それがホワイトホールです。もし本当に存在していたとしたら、私たちの知っている宇宙のルールはもう通用しなくなるかもしれません。時間とは何か、重力とは何か、そして宇宙とは何か、全ての答えが一つの仮説から崩れ落ちていく。この宇宙は一方通行ではない。私たちはこれまで宇宙には吸い込むものがあると信じてきました。巨大な星が崩壊し、光さえ逃げられない空間が生まれる。それがブラックホールです。重力が極限まで高まり、周囲の全てを飲み込むこの天体はもはや逃げ道のない終点のように見えます。そしてその先には何もない。そう考えるのが自然でしたけれど、ふと思うのです。もし宇宙に吐き出すものがあったとしたらどうなるのか。物質を吸い込むのではなく、逆に外へと放出し続けるような存在だ。それは常識に反しています。重力とは引き寄せる力であり、天体は崩れて収縮するもの。そこに反発する天体が存在する余地などないと考えるのが普通です。ですが自然界には常に対の関係が存在しています。プラスがあればマイナスがあり、右があれば左があり、吸い込むものがあるならば吐き出すものがあってもいいはずです。この考えから導かれたのがホワイトホールという存在です。ブラックホールの数式を時間軸で逆に解釈した時に現れる回答、それは吸い込むのではなく外へと押し出し続ける天体として記述されます。この時点ですでに常識は揺らぎ始めています。私たちが終わりだと思っていた場所の反対側があるかもしれない。それはもしかすると始まりを語る鍵になるのかもしれません。ホワイトホールはまだ誰にも見つかっていませんけれど、理論の中では確かに存在しています。それは宇宙が一方通行ではない可能性を私たちに突きつけています。私たちが思っているよりもこの宇宙はずっと広く、もっと奇妙でもっと奥深いのかもしれません。時間を逆にたどる存在、ホワイトホールという天体は重力だけでは説明できません。その本質にあるのは時間という概念そのものへの挑戦です。一般相対性理論によると、重力とは時空の歪みです。そしてその数式にはある重要な特徴があります。それは時間の流れが前でも後ろでも数学的に矛盾が起きないという点です。例えばブラックホールの数式を時間の逆方向に適用すると、そこに現れるのがホワイトホールです。つまりホワイトホールとはブラックホールを時間的に逆再生したような存在なのです。ブラックホールが物質を吸い込みながら未来へと時間を進めるのに対し、ホワイトホールは物質を放出しながら過去へと時間を遡る。この違いがホワイトホールを得意な存在にしています。ただし私たちは日常で時間を逆に流すという感覚を持っていません。生まれたものは置いていき、倒れたものは起き上がらず、光は一方向にしか進みませんけれど、数式の上ではそれが成立するのです。ホワイトホールが本当に存在するなら、それは時間という絶対的なものが実は方向を持たない相対的なものだったという証拠になります。それは宇宙に流れる時間の矢が場所によっては逆を向く可能性を示唆しているのです。私たちの世界では過去は記録であり、未来は未知です。でもホワイトホールの世界では未来が原因で過去が結果かもしれない。そう考えると時間というものさえまだ私たちは理解しきれていないのです。この天体が放出しているのはただの物質ではありません。それは時間そのものの流れに対する根源的な問いかけでもあるのです。なぜ観測されないのか。ホワイトホールの存在は理論の中では否定されていません。それどころかブラックホールの数式から自然に導き出される存在です。それなのに私たちはまだ一度も観測に成功していません。この矛盾にはいくつかの理由が考えられています。まずホワイトホールは極めて不安定な存在かもしれません。わずかな外部の影響によってすぐに崩壊してしまうような短命の天体、仮に宇宙のどこかで誕生しても観測可能な時間はほんの一瞬なのかもしれません。さらに観測が困難な理由の一つとして、その位置やタイミングが私たちの宇宙の視界の外にある可能性もあります。光よりも早く移動できる手段が存在しない限り、私たちはその出現をただ待つしかないのです。あるいはホワイトホール自体が物質を押し出すと同時に観測を拒むような構造を持っている可能性もあります。例えば発生した瞬間に自ら崩壊し観測できる形を残さないような性質です。また別の視点もあります。私たちがすでに観測しているある現象が実はホワイトホールだったという可能性です。例えば
極端に寿命の長いガンマ線バースト、これまでの理論では説明のつかない爆発的現象がもしホワイトホールによるものだったとしたら、私たちはすでにそれを目にしていながら正体に気づいていないだけかもしれません。ホワイトホールは光を放ち物質を放出し、存在するならば目立つ天体であるはずです。それでも観測されていないという事実は、それが存在しないのか、あるいは存在の仕方が私たちの理解を超えているのか、そのどちらかを意味しています。科学とは見えないものを見ようとする営みです。ホワイトホールが観測されないという事実もまた宇宙に秘められた何かを語っているのかもしれません。もし存在していたなら、ホワイトホールが本当に存在していたとしたら、その発見は現代物理学にとって決定的な転機になります。まず第一に、時間という概念が絶対ではなくなる。私たちは過去から未来へと時間が流れていると信じていますが、ホワイトホールはその信念に揺さぶりをかけます。時間が逆に流れる現象が宇宙に存在するとすれば、因果関係そのものが見直されることになります。次に、宇宙の始まりに対する理解が変わります。ビッグバンは宇宙の視点として広く知られていますが、それ以前に何があったのかは誰も知りません。もしホワイトホールが別の宇宙からの出口だったとしたら、この宇宙は何か別の場所の果てなのかもしれません。また、私たちが観測してきた奇妙な天体現象の中には、ホワイトホールによって説明できるものがいくつかあります。例えば、突如として発生し、強い放射を短時間だけ放つガンマ線バースト。そのいくつかは、これまでの理論では解釈が困難でした。しかし、ホワイトホールが短時間だけ出現し、大量のエネルギーを放出して消滅する現象だと仮定すれば、説明がつく可能性が出てきます。さらに、情報保存の問題にも希望が見えます。ブラックホールに飲み込まれた情報は、量子力学の立場では消えてはいけません。ところが、ブラックホールは時間の経過とともに蒸発するとされ、情報が失われてしまうという矛盾が指摘されてきました。ここでホワイトホールの存在が認められれば、その矛盾を回避するための出口として機能するかもしれません。ホワイトホールが実在すれば、それは単なる珍しい天体ではありません。宇宙の構造そのもの、そして現代物理学の限界に新たな光を投げかける存在になります。一つの発見が宇宙の解釈を一変させる。もしそれがホワイトホールだったとしたら、私たちは全く新しい世界の扉を開くことになるでしょう。ワームホールとの結びつき。ホワイトホールという概念は、あるも一つの奇妙な存在と結びついて語られることがあります。それがワームホールです。ワームホールとは、宇宙空間にぽっかりと開いたトンネルのような構造で、離れた場所同士を瞬時につなぐ架け橋のようなものです。理論上は、ブラックホールとホワイトホールがこのトンネルの両端を担っていると考えられています。ブラックホールが入り口で、ホワイトホールが出口。この構造が成立すれば、ある場所で飲み込まれた物質が別の場所で放出されるという現象が可能になります。しかも、光の速さすら超えて移動できるという時空の常識を覆す移動手段の可能性が生まれます。この考えは古くから SF の世界で描かれてきましたが、実は物理学の中でも数式上では成立する仮説なのです。問題はただ一つ、この構造が極めて不安定であり、現実の世界で持続できる保証がないということです。ワームホールは周囲からエネルギーを受け取るとすぐに崩壊するとされます。そのため、通り抜ける前にトンネル自体が閉じてしまう可能性が高いのです。それでも、もしこれを安定化させる方法が見つかったなら、私たちは星から星へ、銀河から銀河へと移動する術を手にすることになります。さらにこの理論が意味することは、単なる移動手段にとどまりません。もしブラックホールが飲み込んだ情報がホワイトホールを通じて放出されるとしたら、宇宙のどこかに情報が保存されたまま移されているということになります。つまり、ワームホールとは空間をつなぐだけでなく、情報の連続性を守る通路でもあるかもしれないのです。この発想は物理学にとっても宇宙探査にとっても革命的な視点をもたらします。ホワイトホールはただの出口ではありません。それは宇宙が自らの情報を保存し、運び、再構築するための回路である可能性があるのです。宇宙の情報は保存されているか。ブラックホールには物理学者たちを長年悩ませてきた謎があります。それは情報は本当に失われるのかという問題です。量子力学によれば、物質が持つ情報は決して消えてはいけないとされています。たとえ物体が分解されても、その情報をたどれば元の状態を理論上全て再現できるはずです。ところがブラックホールはその原則を破ってしまいます。一度ブラックホールに落ちた物体は外の世界からは観測できなくなります。さらにブラックホールは時間とともに少しずつ蒸発していき、最終的には消滅する運命にあります。そうなれば
内部にあった全ての情報も共に消えることになります。これは量子力学と一般相対性理論の間にある重大な矛盾です。どちらも確かな理論であるにもかかわらず、ブラックホールの内部では2つが共存できないのです。そこで登場するのがホワイトホールという発想です。もしブラックホールで失われた情報が別の場所にあるホワイトホールから放出されるとしたら、この矛盾は見事に解決されることになります。ホワイトホールは情報の出口として機能するかもしれません。ブラックホールが情報を飲み込み、ホワイトホールがそれを再び宇宙に戻すという構造。そこにはワームホールによってつながれた見えない経路がある可能性もあります。また別の仮説では、ブラックホールが完全に蒸発する直前、その内部がホワイトホールへと変化し、情報を放出してから消えるというシナリオも考えられています。この考え方が正しければ、私たちが失ったと思っていたあらゆる情報は宇宙のどこかでまだ生きていることになります。そしてその扉を開ける鍵こそがホワイトホールなのかもしれません。宇宙が語る真実は今も私たちのすぐそばにある。ただその言葉の意味をまだ読み解けていないだけなのです。それでも科学は前を向く。ホワイトホールの存在を肯定する声は科学の世界でも決して多くはありません。それどころか多くの物理学者たちはその実在性に強い疑念を抱いています。その理由の一つが熱力学の基本原理との衝突です。ホワイトホールは物質やエネルギーを放出し続けるとされますが、それはエントロピーが常に増大するという自然の法則に反しているように見えるのです。また現実の宇宙ではホワイトホールが自然に形成されるようなメカニズムが未だ発見されていません。観測もされておらず、数式上の存在に過ぎないという見方が大半を占めています。それでも科学は立ち止まりません。かつてブラックホールもまたただの数学的な回答に過ぎないと考えられていました。重力が強すぎて光すら脱出できないという天体など、あまりに非現実的だとされていたのです。ところが巨大な星の最後を観測する中で、理論では説明しきれない天体が次々と発見されました。やがて科学者たちはブラックホールという存在を否定できなくなり、ついには人類はその姿を撮影することにまで成功しました。つまり今は否定されているホワイトホールも未来のどこかで証明される可能性があるのです。科学は今見えるものだけを相手にしているわけではありません。数式の中に眠る可能性も決して見逃さないのが科学の営みです。理論に従えばホワイトホールは存在してもおかしくない。そしてもし観測されれば、それは現代物理学の限界を突破する決定的な証拠となるでしょう。確率や常識がどれだけ低く見積もっても、一つの発見が全てを変えるのが科学の歴史です。ホワイトホールはその新たな始まりの合図になるかもしれません。人類がいつか見るその光へ、宇宙にはまだ名前すら与えられていない現象が無数に存在しています。その全てを私たちは理解しているわけではありません。けれど理解できないという理由だけで存在を否定することはできません。ホワイトホールはその最たる例です。数式の中で生まれ、理論に裏付けられながらも今なお誰にも見つかっていない天体、存在を証明する術もなく、観測の痕跡もなく、科学的にはありそうでないもの。それでもそれがないと証明されたわけではありません。宇宙の常識は観測のたびに書き換えられてきました。光の速度、空間の膨張、重力波、ブラックホール、どれもかつては空想の中にしかなかったものです。ホワイトホールもまた今は空想の隅にあるだけかもしれません。けれど科学とは常にまだ見ぬものを見ようとする行為です。理論に可能性がある限り、その先を照らす光を人類は追い続けるでしょう。ホワイトホールが実在する日が来たとしたら、それは宇宙の構造そのものが私たちの想像を超えていた証です。ブラックホールが示したように、一つの天体が世界を変える力を持つことがあるのです。その光がまだどこにも観測されていないとしても、私たちはきっといつかその輝きを目にする日が来ると信じています。なぜなら宇宙は常に人類がその準備を整えた時にだけ本当の姿を見せるものだからです。